皆さんこんにちは。尺八ウッチーチャンネルです。いつもありがとうございます。今回は管の音を出す秘密、管音の秘密について考えていきます。過去の尺八ウッチーレッスン動画でレッスン262で尺八の音が出る秘密、レッスン263で尺八の音が出る添え方、支え方、そしてレッスン264で尺八を吹く時の最適傾斜角度、この3つのレッスンで尺八の音の出し方はおおむね理解していただけたかなと思ってます。今回管の音を出す秘密を見ていただく前に、先ほど紹介したレッスン262、263、264、この3部作、これをまずは見ていただきたいです。そちらの方を見ていただいた上での今回の管の音を出す秘密、管音の秘密を考えていきます。行ってみましょう。どうぞ。尺八の音は吹き出し口、下唇と上唇の間、吹き出し口から空気を出して、息を出して、そして吹き込み口。レッスン262、尺八の音が出る秘密でやったように、下唇とエッジの間の小さな三日月状の穴、こちらの吹き込み口の上に空気を流して、エッジから歌口舌面へのコアンダ現象。コアンダ現象とは、空気の流れが曲面に沿って流れる現象。そのコアンダ現象によって吹き込み口、この三日月状の小さな穴、こちらの穴でフラッター現象が起こって、フラッター現象というのは圧力によってこの管の中に空気が出たり入ったりして音波が発生する効果、こちらのフラッター現象が起こって音が出ると。ここまでがレッスン262、263、264までの内容でした。つまり尺八の音を発生させる要素は3つあります。1つは息。息ができない方は尺八の音は鳴らせません。ちなみに逆に言えば、息ができる方はどなたでも尺八が吹けます。つまりもっと言えば、生きてる限り尺八を趣味として楽しむことができるのです。2つ目は吹き出し口。下唇と上唇の間です。この吹き出し口が閉じっぱなしの人はいないですよね。開けて息が流せると。吹き出し口。そして3つ目は吹き込み口。下唇とエッジとの間の小さな三日月状の穴。これについてはレッスン262、尺八の音が出る秘密で詳しく解説しております。今回の管の音については、1つ目の息と2つ目の吹き出し口、下唇と上唇の吹き出し口、この息と吹き出し口の変化によるものです。ちなみに3つ目の吹き込み口、下唇と
エッジの間の小さな三日月状の穴、こちらの方はメリとかカリで大きく関与しております。こちらについては次回メリカリの秘密について詳しく説明していきますので楽しみにしておいてください。本題に入りましょう。今回は感音の秘密について、吹き出し口、下唇、上唇、この吹き出し口が大きなポイントになります。重要な法則として、音律は流速に比例するということです。感音の秘密を一言で言えば、流速、スピードになります。おつを吹いた時の流速、スピードをおよそ2倍の速さにすれば、フラッター現象で振動数、周波数も2倍になり、1オクターブ高い感音が出るのです。それでは、息の速さ、流速、スピードを上げるには、具体的にはどうしたらいいか考えてみます。3つあります。1つは、吹き出し口の下唇と上唇の吹き出し口の開口面積を変える。ホースの蛇口で例えれば、指でホースの蛇口を半分塞ぐと水の勢いが増しますよね。それと同じことで、吹き出し口の開口面積を半分にすることによって、1オクターブ高い音が出るという考えです。2つ目は、腹圧を変える。水道の蛇口でいうと、水道の蛇口を目いっぱい開けると、水の勢いが増しますよね。それと同じことで、腹圧を上げるやり方。そして最後3つ目は、吹き出し口の開口面積を半分にして、なおかつ腹圧を、蛇口を開けていくという、この同時に変える技術になります。そしてこれは4つ目というか、精神論的なことになるんですが、考え方として、空気を、息を出し惜しみする気持ち、こちらの方もかなり重要なおまけとなってきますので、心の片隅に置いておいてください。さらに具体的に説明しましょう。一つ目の吹き出し口の下唇と上唇の開口面積について。開口面積を小さくする、狭くするにはどうしたらいいか。一番気をつけないといけないのが、下唇と上唇の間を小さく狭くしようと思って、下唇が動いてしまうことです。レッスン262でやったように、せっかく下唇とエッジの間に音の出る重要な小さな三日月状の隙間を作っているのに、管の音を出すために下唇を動かしてしまうと、三日月状の隙間がずれてしまって、肝心な音が出なくなってしまいます。はい。なので、下唇は動かさずに、息を上唇と鼻の間の裏あたりに、おつの時よりもさらに強くぶつけて、おつの時よりも上唇と鼻の間が強く
なった息でさらにめくれ上がるようにして吹くことで、結果的に開口面積を小さくするというやり方です。もう一つの裏技としては、曲を吹くときにはこの裏技を使うことはほぼありませんが、話の種に公開します。それは、下唇は同じく動かさずに、上唇をオツの時よりちょっとかぶせて吹くことで、結果的に先ほどお伝えしたように、上唇と鼻の間の裏あたりに息がぶつかって、結果的に開口面積が小さくなり、官能音になります。次に2つ目の腹圧を変えるの解説をします。腹圧を上げると言いますけど、具体的にはどうしたらいいんだろうかと皆さん思っておられると思います。尺八を吹くときは胸式呼吸、胸での呼吸でなくて腹式呼吸、お腹での呼吸が望ましいですとよく言われています。胸式呼吸は胸で吸って胸で吐く。胸が膨らんだりしぼんだりします。息を吸うときに肩が上がっている方は胸式呼吸で吹かれていると思います。一方の腹式呼吸は息を吸うときにお腹が膨らみます。そして問題は息を吐くときなんですけど、2つのパターンがあって、息を吐くときに膨らんだお腹をへこましていくと、お腹がへこんでいくという吹き方が大半の方だと思いますが、息を吐くときに逆に下腹部がさらに膨らんでいく吹き方。これが腹圧を上げて吹く理想形だと思います。3つ目は吹き出し口と腹圧の合わせ技です。両方を同時に変えるやり方。吹き出し口と腹圧の合わせ技で、実際に曲の中で関音を吹くときは、この合わせ技で官能音を出してます。吹いています。これは必要とする音律と音量のバランスによって吹奏者が吹き出し口と腹圧の組み合わせを調整していて、この技術は尺八の練習時間で
練習期間で精度が高まってくると思われます。ウッチーチャンネルを見て一緒に尺八を楽しく吹くことでこの技術は高まっていくはずなので、継続的なご視聴よろしくお願いいたします。おまけとして先ほどもちらっとお伝えしたんですが、息を出し惜しみする気持ち、精神論みたいなんですが、例えば缶のレの音を吹くときに出し惜しみして吹いてみます。はい、きついですね。まだまだたくさん時間をかけて吐いておられる方はたくさんおられます。先ほど説明させていただいた吹き出し口の開口面積と腹圧を同時に調整しながら、なるべく息を出さずに粘りながら吹いていくという技術。これが一番重要なことかもしれません。まとめです。音律は流速に比例します。流速スピードを上げれば音律が上がります。管の音が出ます。管音の秘密は息のスピードアップということです。スピードを上げる具体的な方法は3つ。1つは吹き出し口。息が出る下唇と上唇の間を小さくする、狭くする。その方法として、下唇は動かさずに、息を上唇と鼻の間の裏あたりに、オツの音の時よりもさらに強くぶつけて吹くことで、結果的に開口面積が小さくなり、流速、スピードが上がり、音律が上がり、管音に変わるということです。2番目、腹圧を上げて、流速、スピードを上げて音律を上げる。息を吐くときに、下腹部を膨らませながら息を出していくことで、流速が上がり、管音に変わります。腹式呼吸の中の吐き出すときに、お腹が膨れていく吹き方を推奨いたします。3番目が吹き出し口と腹圧の合わせ技。水道の元栓をかなり上げて、ホースの蛇口を閉めてという形になります。非常に練習時間、練習期間を要しますが、この合わせ技で簡単に管音が出るようになります。練習あるのみです。尺八ウッチーチャンネルを見て楽しく練習していきましょう。いかがだったでしょうか？管音を出す秘密は、結論は息のスピードアップということでした。次回はメリカリの秘密について考えてみようと思います。お楽しみに。これからも尺八を趣味にされている方、これから尺八を始めようとされている方のための有益な情報を提供していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。バイバイ。